Hi guys, Assalamualaikum, it's Shota。今日はですね、ラマダンの総括として、これまで自分が体験してきたこと、感じてきたことを、まとめて3つだけ本日は話をしたいと思います。で、この話をすることによって、ノンムスリムがどういうことを感じながら、ムスリムとして成長していくということを、理解してもらえるいいきっかけかなと思ったので、ぜひお話をさせてください。まず一つ目、新しい発見や体験が毎日続きましたということですね。そもそも僕自身断食をすること自体がやっぱり人生で初めてで、これがね、1ヶ月も断食をするっていうことに自分やっていけるのかなとか、ちゃんと乗り越えられるかなとか、不安な気持ちはたくさんあったんですよ。で、やっぱり多くのね、日本人がイメージしている断食っていうのは、ご飯は食べない。だけど、お腹が減ってる時に水をたくさん飲んで空腹をしのいでいくっていうことだったんですよ。だけど、その水すら飲めないという状況がイスラム式の断食だったので、これはね、本当にやっていけるのかっていう、不安をもとに、断食をすることが始まったわけですね。だけど、断食をし始めて分かったこととして、やっぱり人間っていうのはね、最終的には僕らの意志なんですよ。で、ちゃんと頑張るぞとか、今お腹減ってるけど、もうちょっと我慢したら食べれるとか、そういうやっぱり気持ち次第で、僕らがその断食をやり遂げれるかどうかっていうのは決まってくるんじゃないかなと思いました。断食以外にもやらないといけないこといっぱいあるわけですよね。日常生活、勉強だったり仕事だったり。だけど最初の1週間はもう断食することで精一杯。だけど1週間もしたら断食すること自体が自分の日常生活になってきたんですよ。呼吸をするかのように断食をしていました。だから最終的にはそんなに断食に対して集中することなく一日をやり通すことができたくらい自分の体に馴染んできたなっていう感覚でした。で、それ以外にも、新しい体験をしたっていうのはやっぱりたくさんあって、断食した後には、デーツ車を食べるじゃないですか。で、そのデーツすら僕は人生で初めてだったんですよ。で、やっぱり日本で、デーツを食べる機会っていうのはあんまりなくて、で、よくよくこうスーパーでこうやってね、眺めてみると、あんまり売ってないんですよね。特に地方に住んでる人々にとっては、オンラインでしか買う機会ってあんまりなくて、僕もデーツを初めて食べる、経験になりました。で、やっぱ美味しいですよね、そもそも。デーツの歴史自体が、やっぱり、1400年くらい前のムハンマドの時代から継承されていて、やっぱ歴史の中のページを自分がね、続けて、今生きているような感覚ですごく、嬉しかったです。それ以外にもタラビーもしましたね。人生で初めてです。それ以外にも友達からもらったリゾレス、ルンダン、そしてジュンコールなどの、インドネシアの料理も人生で初めて食べました。新しい発見や体験があると、すごく人間の心がね、豊かになりますよね。だから、そんな、新しい体験だったりとか、発見が毎日続くと、やっぱりね、1ヶ月はあっという間に終わってしまったんです。だから、今の感想としては、1ヶ月早かったなっていう感想ですね。はい。そんな感じで、毎日新しい体験、発見の連続があったということです。2つ目の学びとしては、自己成長につながった1ヶ月だったなと感じています。例えば、いろんなね、自分の課題点、問題点が見つかってきたんですけど、1つ目として食習慣の改善が
僕の中では大きかったなと思います。ラマダンを始まる前っていうのは、健康っていうこと自体に無関心だったんですよ。自分の年齢が今24歳で、比較的若い分に入ってくるのかなと、自覚があったので、多少健康のことを無視しても、問題ないんじゃないかなっていうふうに思ってたので、なかなか食事っていうことに、おろそかにしてたんですよ。ラマダンの前って自分はしょっちゅう外食ばっかりしてて、だけど、ラマダンの時間って結構家にいる時間が多かったりとか、自分自身と向き合う期間が多かったりしたんですけど、こうやってね、皆さんの前でビデオを投稿させてもらう中で、翔太はラマダンで何を作るのとか聞かれたりとかして、いやーでもこれまでずっと外食だったから、何を作ればいいんだろうとか全く分からなかったんですよ。ラマダンの初日とかのイスラームの人たちとの会話って結構あれを食べると健康にいいとか、サフールはこれを食べた方がいいとか、ご飯の量はこれくらいの方がいいとか、健康ネタっていうのがすごい多かったわけですよ。で、もうその話自体全部自分にとって新しいわけですよ。これまで、健康に気を使ってこなかったから。だから、自分も健康食を作って自分で、栄養価とか考えながら料理をしないといけないなっていう発見になったんですね。そんなこともあって、結構健康分野にすごい詳しくなった感じがします。自分でやっぱり料理をする回数っていうのがすごく増えて、最終的にこの1ヶ月間で外食をしたのは1回だけでしたね。1回だけ。それくらいずっと自分でご飯を作ったりとか、誰かの手料理を食べさせてもらうっていうことが多かったです。で、その結果、イスラームのね、友達とか、フォロワーさんとかによく言われたのが、翔太の顔って変わってきたよねって言われたんです。で、やっぱり毎日、ラマダンの時も、ライブをしてたんですよ。インスタグラムで。で、すると、みんな僕の顔見てるわけですよ。だから、やっぱ健康に気を使うってすごい大事なんだなっていうふうに思いましたね。で、それ以外にも自分の成長につながった経験としては、よくね、急いで食べてたんですよ、ご飯を。それってもともと、多分ね、20年以上僕が続けてきた生活習慣だったけど、これまでずっと直さなかったわけですよ。だけど、やっぱラマダンの時って、すごくお腹が減って食事に向かうわけじゃん。だから、その急いで食べる自分っていうのが明らかにあらわになってしまったわけですよ。急いで食べるのってあんまり良くないなっていうふうに思い始めたんですね。で、それから初めて、じゃあこれからは急いで食べるのっていうのを気をつけようかなっていう意識につながっていったわけですよ。そんな感じで、今もゆっくり食べようっていうことを意識して生活できるようになってきました。それはすごく良かったです。で、最後に、左利きだったんですよね、僕って。だから、左手で食事をしてたわけですけど、これまでずっと。でもやっぱりラマダンを通して、右手で、食事をするっていう、練習をね、すごくたくさんやらせてもらって、で、今結構右手で食事ができるようになってきたんですよ。本当にありがたいです。で、特にまだ箸に関しては、まだ上手に使えないんですよ。上手に使えないんだけど、前よりはだいぶ上手に使えるようになってきました。で、ラマダン終わった後もちょっとずつ、右手の練習をしながら、利き手を変えていけるようになれたらいいなというのが次の課題になっています。で、最後が、自分の中では一番大きいんですけど、信仰心が、すごく高まりました。本当に良かったなと思います。で、ラマダンの前っていうのは、僕がムスリムになって4ヶ月くらいだったんですけど、アルラーのことを信じていた反面、100% 信じきれてない自分がやっぱたくさんいたんですね。で、やっぱそういう結果、
例えばお祈りの時間になっても、お祈りをする時もあれば、お祈りをしない時もいたんです、自分として。まだまだムスリムとして、の自覚っていうのがすごい小さかったなっていうことを感じています。だけど、今、ラマダンを通して、すごく自分が信仰心が高まったっていうのはやっぱり理由があって、断食をしてるじゃないですか。で、断食をしてる時って、自分の頭の中では断食イコールムスリムの勉強っていうようなつながりで物事を考えてたんですけど、日中断食をするってことはずっとイスラームのことを考え続けるっていうことだったので、イスラームのことを考えてる自分っていう時は、お祈りもしないといけないなっていうことにつながってきたりとかね。で、それがね、30日続くと、こう、イスラームっていう感覚がだいぶ体にこう溶け込んできたので、信仰心が高まってきたんじゃないかなと思います。で、特に最後の10日間は、イティカーフをさせてもらってて、で、周りのムスリムの、ブラザーたちと一緒にアラビア語の勉強をしたりとか、もちろんお祈りもたくさんしたし、イスラームのことをディスカッションもたくさんさせてもらいました。で、その結果、自分の知識とかもたくさん溜まってきて、自分のイスラームである自覚っていうのがだんだん強くなってきたっていうことがありますね。で、今は結果的に礼拝とかイスラームの様々なルールに対してもすごくポジティブになれているので、今後もっと自分の信仰心を高めていけたらいいなっていうふうに思っています。で、最後に、正直ラマダンが終わってしまうことっていうのが、ちょっとね、寂しいんですよ、僕の中では。で、なんでかっていうと、ラマダン自体すごく楽しかった。そう、だから、終わってしまうんだなっていう、この感覚が、お祭りが終わってしまうなっていう気持ちにすごく似てて、だから、ちょっとだけね、寂しいなって思いがあるんですけど、また来年、皆さんと一緒にラマダンを迎えれるように、ドゥアしたいなと思っているところです。ラマダン終わりましたけど、自分のイスラムの勉強頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、これで終わりたいと思います。Guys who are interested in my video, please thumbs up and subscribe me. We'll see you again soon. Bye. Assalamualaikum. Thank you so much for watching. If you come to Japan, please contact me and I will guide for you like a halal tourism. And I have a Instagram account and doing live stream every single day. So if you want to communicate with me, you can check my account. So we'll see you again soon. Bye. Assalamualaikum.